子供の時母はよく、私と妹にお揃いの服を着せた。まあ、かわいい。見て見て、お人形さんのようね、この子。この髪天然、まつげもカールして大きな目。こんな子なら将来が楽しみよね。手作りの凝ったドレスは人目を引き、口々にみんなは妹の可愛さを褒めそやすけど、いいわね、お嬢ちゃん。お母さんにこんなドレス作ってもらって。私のことは誰もが、ほんのお愛想を口にするだけ。私は自分が女という生き物として、劣っていると周りに教えられ続けた。だからそんなことで、傷つく自分はやめた。は？結婚したいって私とですか？はい、どうでしょう。考えてもらえませんか？どうでしょうって、私何か山崎さんにそういう態度取りましたっけ？私たち同期というだけで、プライベートでは何のお付き合いもしたことないですけど。ええ、ですけど職場では10年以上一緒ですし、僕なりには坂本さんの人となりは分かってるつもりです。あなたとこの先を共に暮らしてみたいと思ったんです。思ったんですと、勝手に言われましてもね。しかも深夜の残業中。山崎忠之33歳独身、多分長男。若ハゲ、デブ、チビの女に嫌われる三大要素を満たし、その上アニメかアイドルのオタクだとも噂され、女性職員には花から相手にされない男。知ってる？山崎の携帯の待ち受け。見た見た。ロリコンじゃない？あの人。キモいよね。パソコンで変なサイトとか覗いてそう。まあ、そんなことを理由にするつもりはないけど。ごめんなさい。お気持ちは嬉しいんですけど、私結婚に興味がないんですよ。だから山崎さんがどうこうというわけじゃなく。そうですか。残念ですけど、それなら仕方ないですね。じゃあ、これからも良き同僚としてお付き合いください。えらくあっさり引き下がったわね。ダメージも何も感じてなさそう。やっぱり試しというか冗談半分ってとこか。そりゃそうよね。だいたい私にプロポーズすること自体嘘くさいのよ。痴漢です！この男痴漢です！痴漢の現行犯です！話せ！誰がお前みたいな女を！私じゃなきゃしてもいいんですか？綺麗で可愛くてか弱い女の子になら何してもいいんですか？すいません。ごつい、怖い、いかついと、およそ女とはかけ離れた形容をされてきた私。男に壊れる女じゃないのはとっくに承知してるけど、だからといって悲観したり、こびていじましく生きるつもりもない。ありがとうございました。助かりました。いいえ。私、坂本麻子。今日で34歳。大学を卒業後、独身主義を貫くために、安定した公務員を選び12年。仕事は思った以上に自分の性格によく合い。坂本さんに任せれば間違いないな。まったく、彼女は10年に1人の逸材だよ。収入は一流企業並みとまではいかなくても一人の気楽さ。プライベートでは自分なりに暮らしを謳歌し、充実した毎日だ。世間じゃこの頃私みたいな女に厳しいけど、税金も年金もたっぷり取られ、収入の大半を消費に回せば十分立派に社会貢献だと自負もしている。つまり、干渉はまっぴらごめん。それが私の心情なのだ。それにしても、まさか私がプロポーズされるとはね。山崎さんが結婚に焦ってるとは意外だったわ。周りの視線なんて我関せず、マイペースの人に見えてちょっと共感してたのに、親とかにせっつかれたのかね。男は女より家を背負いやすいし。でも残業ついでに求婚なんて、ちょっと人のこと安く見すぎよね。普通一度はデートくらい誘うでしょ。性格良さそうに見えてたけど、男の傲慢さは隠してたってわけか。まあ、何にしても他人と関わる人生なんて私は興味ないわ。男にしても女にしても、とかく人は人より優位に立ちたがる。とりわけ女にとって容姿の良し悪しは問題で。お姉ちゃんのブス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 
エリカのバーカ !0 点取ったアンポンタン。ブス男女バーカバカバカバカ女。喧嘩に負けそうになると、2つ下の妹のエリカは必ず私の容姿を罵った。エリカのバーカママ、お姉ちゃんが外見にコンプレックスのあった私に対抗できるのはこのセリフだけで、おい坂本、お前の妹すっげ可愛いよな。全然似てねえ。母ちゃんも美人だし。お前橋の下で拾われたんだろ。人は中身と誰もが建前で言うけれど、現実はどう見ても致命の理。妹と自分を比べられるたびに、私はダメージを負っていた。そんなことはないぞ。朝子は可愛いぞ。頭もいいし、しっかりしたいい子だぞ。そんな私を唯一褒めてくれたのは私にそっくりの父だけだったが、その父だって母の美貌にベタ惚れで結婚。おーい、ママも飲まんか。ママ、どこにいた？説得力ないってお父さん。せめて知力をと勉学に励めば、かえって不評と反感を買うばかり。おーい、ガリ弁。ぶっためっかね。本当に朝子は理屈ばかりで可愛げのない。あんまり女が小賢しいと男の人に嫌われてお嫁に行けないわよ。女の幸せは結婚と説き続けた母は、理詰めで反抗する私を嫌い、常に妹と結託。外でも家でもダメ出しされる惨めさを味わい、就職を機に自立して、やっと私は心の平和を得られたのだ。人生なんてたかが100年。人に踊らされて生きるより、自分のペースで自由に歩けば日々これ平穏。今日で34年目、残りは約60年か。誰よ、こんな深夜に。はい、どなた？お姉ちゃん、あたしよ。早く開けて。ハッピーバースデーお姉ちゃん。34歳のお誕生日おめでとう。エリカ。最悪の天敵。この女だけが私の平和を乱すのよ。はい、これ、お祝いの花。奮発したのよ。34本もバラ。ワインも持ってきたし、一緒に飲もう。一緒にって、あんたもう相当酔ってるじゃない。それにもう12時よ。明日の仕事に響くでしょ。平気平気。無理なら休めばいいもん。あんたは平気でも私が困るのよ。怒りっぽいな、お姉ちゃん。もしかしてもう更年期？忙しい合間を縫ってわざわざ東京から来てんのよ。お姉ちゃん、私が誰だかわかってんの？はいはい。タレントの桜田エリカ様です。ああ、もう酔っ払いは。違う！ただのタレントじゃないもん。今は女優なの。みんながエリカは大女優の素質があるって言ってんだから。へえ、よかったじゃないの。子供の時から慣れてるとはいえ、この子の自分自慢にはほんとヘキヘキだわ。お姉ちゃんパジャマ借りるよ。ワインのグラスもちょうだい。他人とは関わらずに生きられても、身内とはなかなかそうはいかないのが現実。でね、監督が私のこと気に入っちゃって、専属で出演させてくれそうなのよ。それと、今度ドラマで共演するのがさ、ほら、最近売れてる。妹のエリカは32歳。17歳の時に街でスカウトされ、自慢の美貌と物おじしない性格を生かし、今はタレント。もとい女優業だ。私は会いたくもないのに、何年かに一度はこうして自分自慢にやってくる。で、お姉ちゃんは今何やってんの？何って、役所勤めに決まってるじゃない。まだやってんの？もう12年じゃない。毎日机に座って。お給料も少ないのに嫌になんないの？嫌になったからってやめたら食べていけないでしょ。そんなの食べさせてもらえばいいじゃない。さすがにもう彼氏くらいいるでしょ？結婚すればいいのよ。この子の話はいつも最後はこれだ。いないと答えればそこからまた自分自慢が始まるし、何度も独身主義って言ってるのに嫌味な女。それにしてもお姉ちゃんの部屋っていつ見てもなんていうか、見かけによらずきちんとして可愛い部屋よね。
お姉ちゃんって結婚したら絶対いい奥さんになるタイプよ。中身なんて付き合ってみなきゃわかんないのに、本当男ってバカよね。みんな見る目ないわよ。いるわよ、男。プロポーズされたもの。プロポーズ？お姉ちゃんがされたの？そうよ。嘘！どんな人よ？お姉ちゃんまさか、結婚するの？できるの？あら、真っ青。この子のこんな顔って子供の時0点取って以来見るわ。迷ってるのよね。ほんと、あの頃はまだ可愛げがあったわ。だって独身主義って。主義なんて状況によって変わるものよ。泣いて私に宿題習いに来たり、いじめっ子から助けてあげたり。つまりそれだけの相手に出会えたってこと。私の中身を見てくれる人にね。久しぶりに気分がいいわ。久しぶりにこの子が私の妹に見えるじゃない。嘘ね。嘘じゃないわよ。じゃあ聞くけど、誕生日プレゼントは何もらったの？今日はお姉ちゃんの誕生日よね。一人で夜を過ごしてるのは堅物のお姉ちゃんだからありとしても、何かプレゼントはもらってるはずよね。さあ見せてよ。もしかして婚約指輪でももらったの？さあお姉ちゃん見せてよ。しまった。墓穴を。え？結婚を前提に僕とお付き合いを？ええ、昨日あれからよく考えたんですけど、私も実は山崎さんのことはいい方だなと感じてたので、いきなり結婚じゃなく、まずはお付き合いさせていただけたらと。そうですか。それはもちろん僕は構いませんよ。いや、しかし、そうですね。ものには順序がありましたね。すいません。つい何か決めると突っ走る性格なもので。ありがとうございます。それともう一つ頼みが。頼み？ええ、実は来週。これでとりあえず辻褄は合わせられる。それにしても、酔った勢いとはいえバカなこと言っちゃったわ。年度末で仕事が忙しくて、誕生祝いは先に伸ばしてるのよ。いつって。私も来るわ。妹として挨拶しときたいもの。私のお兄さんになるかもしれない人だものね。あの子の魂胆はわかってる。嘘を暴いて私に恥をかかせたいか。きっと彼のことを自分に振り向かせるつもりなんだ。面食いのあの子のことだから彼を見てどんな反応するか目に見えてるけど。どうでもいいか、そんなこと。こんばんは、山崎です。誕生パーティーの件です。ケーキはプレゼントとして僕に焼かせてください。実は料理は趣味なんです。生クリーム、チョコ、チーズ、その他リクエストがあればメールよろしく。おやすみなさい。いい人だ、山崎さん。こんな人を自分の見栄に利用するなんて。でもきっとエリカに会えば、私なんか目に入らなくなるわね。どうして私は、あの子にだけはムキになってしまうんだろう。おもちゃも、服も、密かに憧れてた男子も、あの子が欲しいと決めたものは、みんなやすやすと手に入れてきた。その度に傷ついた。心は泡のようには消えてくれない。桜田エリカちゃんが坂本さんの妹？本当にエリカちゃん？ちゃんってこの人。そういえば噂じゃアイドルオタク。うわー、感激です。デビューからずっと注目してたんですよ。写真集も CD も全部揃えてます。ありがとうございます。私こそ感激です。まさかお姉ちゃんの恋人が私のファンでいてくれたなんて。覚悟してた以上の嫌な展開。まったく、つまらない見栄なんて張るんじゃなかった。見ない聞かない、口出ししない。嵐が去るのをひたすら待つのよ。お料理、洗い物、ミュージック。そんなのまで見てくれてるんだ。いやー、あれはほんと最高の。それにしても、エリカって本当に有名人なのね。見たくも知りたくもないから、この子が何してるのか興味も持たなかったけど。
こんな風に他人に憧れられる存在なんだ。私の妹は。何よそれ！偉そうに私にダメ出しする気？一般人のくせに何様よあんた！いや、そういうつもりじゃ。僕はただ。うるさい！聞きたくない！ああ！パンピーがいい気になるな！エリカ？何するのエリカ！待ちなさいエリカ！ごめんなさい山崎さん、あの子が失礼なことを。いや、僕が悪かったんです。初対面なのについ調子に乗って言わなくてもいいことまで。すいません。夢中になると止まらないたちで気をつけなきゃと思ってるんですが。言わなくてもいいことって？エリカちゃんの仕事のことで。あの子の仕事？坂本さんはエリカちゃんの仕事のことは？ほとんどというより全然見てなくて。そうですか。はっきり言いますと、今のエリカちゃんはタレントとして崖っぷちに立ってるんです。あの子が？でもあの子の話じゃ今女優で活躍してるって。女優？去年と今年 V シネマのちょい役で出ましたが、この先も起用される期待は持てない演技でしたね。エリカちゃんは可愛らしくてコケティッシュで男受けするキャラで売り出したけど、さすがにもう32。ずっとこの世界でやってくつもりならとっくに自分の方向性を見つけるべきなのに、いつまでもデビュー当時の可愛らしさを意識しすぎて、今はかえって見るものをうんざりさせる部分があるんですよ。仕事も激減してるようだし、このままじゃ事務所に切られるのも時間の問題。多分エリカちゃんも自分で分かってて悩んでると思うんです。第三者の目から見ると、エリカちゃんは自分で自分の枠を作ってる気がして、それを取っ払ってしまえばまだまだ広がる可能性があるのに、もったいないと常々思ってて、つい出過ぎたことを。山崎さんってエリカのファンにしては随分シビアな見方してるのね。いや、ファンというか、実は僕はフリーライター？アイドルオタクって僕が言われてるのご存知ですよね。実は10代の時からの趣味が高じて、今はその手の雑誌に時々寄稿してるんです。例えば小説の初めの数行とか、連載漫画の第1話目、音楽や映画でも何でも、この先一体どうなるんだってワクワクさせてくれる作品は、その先をずっと追い続けたくなりませんか？僕はそれをアイドルと言われる彼女たちに感じて見続けてきたんです。決して想像の中で自分のものにしたいとかじゃなくて、宝探しの気分っていうか。宝探し？そうです。彼女たちってこういうケーキのような気がするんです。デコラティブな甘いクリームだけじゃない、その下に隠れてる生地とともに思いもかけない味わいを醸し出す。やっぱり気持ち悪いですか、僕は。いえ、そんな風には全然。なるほどなーって。よかった。坂本さんならそう言ってくれると思ったんです。職場での坂本さんは人のことを上からも下からも見ないし、まっすぐそのまま人を受け入れる感じで、僕はこういう人間だから結婚なんて思いもしなかったけど、なんだか日に日に坂本さんと暮らしてみたいって思うようになって、それでダメ元で、坂本さんとなら何が起ころうと一緒に歩いてくれそうな、どんと生きてゆけそうな気がしたんです。どんとって買いかぶりよ。それは私の見かけに惑わされてるだけよ。私はそんなに達観してない。妹へのコンプレックスの塊で育ってきて、そんな自分を隠すためにそんなふりしてきただけよ。コンプレックスのない人間なんていないですよ。エリカちゃんだって今日の様子じゃ坂本さんに持ってる。エリカが私に？ほとんどの人間はそれを隠すために自分を誇示したり張り合ったり、そうして他人をコントロールしたがるけど、あなたはそんな手段を取ろうとしない人だ。だから僕は惹かれたんです。エリカが私にコンプレックス？あのエリカが？信じられない。インターネットの書き込み、
エリカの応援より中傷が多い。整形？まさかエリカが整形なんて。してるわ整形。印象が変わってるのは化粧のせいだけじゃない。目の形、顔のラインも。エリカが、そんな。お姉ちゃん？電話しても出ないし、どうしてるかと思って。お酒の匂い。そういえばこの子がうちに来るときはいつもお酒に酔ってた。あの彼に聞いたんでしょ？私の現状。ああいうオタク男ってほんとキモいわ。人のこと調べ尽くしてストーカーみたいよ。妹として忠告するわ。あんな奴との結婚なんてやめた方がいいって。私の義理の兄が将来犯罪者になったら困るもの。エリカ、謝らないわよ、私。さっさと帰ってよ。どうせお姉ちゃん、私のこと笑いに来たんでしょ？今まで私のことなんて全然関心なかったもんね。私が何喋ったって聞いてもなかったものね。聞いてたわよ。聞き流したくても嫌でも耳に入ってた。あんたがみんなに愛されて将来も嘱望されてて、その言葉通り華やかに生きてると信じてたわ。疑いもしなかった。苦しんでるなんて思いもしなかった。だから何？いい気味？でしょうね。お姉ちゃん私のこと嫌いだしね。帰るわ。突然来てごめん。また気が向いたらいつでもうちに来て。ねえ、はっきり言ってよ。私のこと嫌いでしょ？そうなんでしょ、お姉ちゃん。嫌いじゃないわ。腹が立つことはあっても、あんたを心底嫌いになったことはない。なれない。多分一生。お姉ちゃんと違って、私は外見しかなかったから。頭は悪いし、勉強以外も全然ダメで。学校でも先生とかにお姉ちゃんと比べられてばっかりで。お父さんはお姉ちゃんに一目置いてて、お母さんだってお姉ちゃんを煙たがってはいたけど、心配なんかはしてなかった。私は自分に自信がなかった。見た目を褒められれば褒められるほど、それがなくなったらどうしようって怖かった。目の前に鏡があったら、私は覗かずにはいられない。なのにお姉ちゃんは平気で素通りする。私はいつもそんな自分が惨めで、少しでも自分に自信が欲しくて、芸能プロダクションに写真とか送りまくってたわ。スカウトされたなんて嘘。小さなオーディションに引っかかって、やっとデビューしたの。だけど、自分に才能があるなんて全然思えなくて。とにかく少しでも早くいい人、有名な人に好かれて結婚するのが夢だったの。それしかお姉ちゃんに追いつける方法はないって。でもお姉ちゃんが結婚するって聞いて、やっぱり私はダメだってよくわかった。ダメじゃないわよ、あんたは。慰めはいいの。今の自分で十分わかってるもの。もうこの仕事辞める。私でもできる仕事探すわ。本当はお姉ちゃんが来るまで死んじゃおうかなとか思ってたけど、そんな気も失せちゃった。ありがとう。来てくれて嬉しかった。十分わかってる？あんたが自分を？わかってないわよ、あんたは。わかってないから今のあんたなんじゃない。結婚するのが夢だった？それなら見合いでも何でもすればいいのよ。あんたを欲しがる男はいくらでもいるわよ。来なさいよ。お姉ちゃん？ちゃんと自分を見なさいよ。私が鏡を見なかったのは、鏡を気にする自分を知られたくなかったからよ。あんたみたいに本当は綺麗に生まれてみたかった。自分の目で自分を美しいと思えるような姿に私だってなってみたかった。くだらないって笑う人は多いだろうけど、一度も思わずにいられる女は一人もいないと思う。あんたはたくさんの女が欲しくても手に入らないものを持って生まれ、幸運なスタートも切ったのよ。その上整形まで重ねて仕事を続けてきたのはなぜ？結婚相手を見つけるためだけじゃないでしょ。あんたは今の仕事を本当は続けたいのよ。姉として忠告するわ。お酒に溺れて管巻いてる暇があったらやることはいくらでもあるはずよ。
やりたくても仕事来ないもの。来なければ来るように努力するのよ。昔みたいにオーディション受けるなりして探せばいい。無理よ。年だって言われるし、若くて綺麗な子がどんどん出てきてるのよ。私なんて、もう私なんて。じゃあ忘れなさい。あんたは自分が綺麗だってこと、若くないってこと。素通りできなくても、鏡がなければ見ないで動けるわよ。お姉ちゃんって、やっぱりすごい。これ、備え付けの鏡よ。大家さんに怒られるじゃない。そんなの私が弁償するわよ。いい。私が買う。やる気もらったし、次の仕事のギャラでね。嫌いじゃない。だけど好きだとも、はっきり言い切れない。それにしてもお姉ちゃん怪我なかった？平気平気、空手やってたしね。初段黒帯。赤の他人とは違う。私たちは姉妹。嘘、教えて。鏡のように映る世界に惹かれる。朝子さん、ご飯できたよ。あれも始まるよ。はーい、今行く。おはよう。今日はなめこの赤だし。あれから私は彼と付き合いを続け、彼の内職が職場にバレたのを機に結婚。大黒柱は私が担い、彼は主婦兼ライター。そんな二人の暮らしを続けて2年目だ。なんだって？また失敗しただと？お前たちの役立たずぶりにはほとほと呆れるよ。そんなにこの私の無知に打たれたいのかい？妹のエリカは地道に女優業を続け、去年抜擢された子供向け戦隊ものの悪の女王役でなんと大ブレイク。いやー、エリカちゃんすごい。ハマり役。いいよ、これは。そうそう、あの日は土砂降りでさ、参ったのよ。いやー、あれが良かったよ。ずぶ濡れの女王様の哀愁。子供たちやお父さんたちに大人気で、ドラマや舞台への出演も増え、今は目が回るほど忙しいと、うちに来ては嬉しそうに旦那と話に花を咲かせてる。お姉ちゃん、誕生日おめでとう。これプレゼント。ドレス？マタニティよ、着てみてよ。似合いそうなの探し回ったんだから。もうすぐ私にも子供が生まれる。一人で生きるはずだったのに、予定外になんだか賑やかになってゆく。でも、悪くない。こんな気持ちを散りばめて、たかが100年、生きるのも悪くない。